その ID で工場の第一エリアまでは入れる。だがその先は完全な個人情報管理システムでね、急にはどうしようもない。まあ無茶はしてくれるなよ。騒ぎはごめんだ。獅子は眠らせておきたいんでね。私はカガリユラ・アサーだ。第6作業班は13番デッキより作業を開始してください。機関区および外装修理班は第7ブースで待機。驚きました。もう作業にかかってくれるとは。ああ、それは本当にありがたいと思うが。おはよおはようございます。おはようございます。う。ご苦労様です。すでにモルゲンレーテからの技師たちが到着し、修理作業にかかっております。ええ。大和少尉は？宣告迎えとともにストライクで工場の方へ。そう、ありがとう。何？いえ、ではこの際に内部システムの点検修理も徹底して行いたいと思っておりますので。お願いね。以上の経緯でモビルスーツがその概念を発案した者たちの予想を超えたポテンシャルを有していたことは明白である。レドニル・キサカ一茶の報告によれば、記録ポーズ、通話チャンネルオンライン。はいそうよ。お母さんはまだ仕事。帰るのはリュウタが寝てからになっちゃうわ。晩ご飯はお父さんと食べてちょうだいね。分かってます。今度のお休みは大丈夫だから。お母さん約束破らないでしょ、めったに。はいはい。それじゃあお父さんの言うこと聞いて、ちゃんとお風呂入って歯磨いて寝るのよ。はい、じゃあね。通話チャンネルオフライン。エリカ・シモンズ、指摘ファイルインデックス2125、デルタ・ズールー、記録再開。レドニル・キサカ一茶の報告によれば、地球連合のモビルスーツの威力は圧倒的の一語に尽きる。しかしながら、そのポテンシャルを余すところなく引き出すためには、パイロットの能力に依存するところが大である。コマンド、添付ファイル0358-722。GAT-X105 ストライクを操縦するキラ・ヤマトの一連の戦闘記録は本件の論拠となっている。
ちゃだ。こんな OS でこれだけの機体を動かそうなんて。まだ全て終わってないのよ。仕方ないでしょ。オペレーションシステムの見直しが必要であることは早くから指摘されていた。基本的にコーディネーターの能力がナチュラルにそれを上回るのは避けがたい事実である。インターフェースの性能が同じならば彼らの方が機体のポテンシャルをより有効に引き出すことができるのは明々白々なことである。キャリブレーション取りつつゼロモーメントポイントおよび CPG を再設定なら、記事必須の分子イオンポンプに制御モジュール直結、ニューラルリンケージネットワーク再構築、メタ運動やパラメータ更新、フィードフォワード制御再起動、伝達関数、コリオリ偏差修正、運動ルーチン接続、システムオンライン、ブートストラップ起動。武器、あとはアーマーシュナイダー、これだけが。ナチュラルがコーディネーターと同等の威力をモビルスーツに発揮させようとすれば、それだけ優れたソフトウェアが必要となる。しかし緊急事態とはいえ、その作業をコーディネーターの手に委ねなければならなかったことは皮肉というしかないだろう。お父様の裏切り者！ほう、すごいもんじゃないか。どうだディアッカ。 OK、 アップデータ起動、ナーブリンク再構築、キャリブレート完了、動ける。ニコル。待ってください。もう少し。アスランとラスティは遅いな。奴なら大丈夫さ。ともかくこの3機先に持ち帰る。クルーゼ隊長にお渡しするまで壊すなよ。ならあの機体を俺が捕獲する。お前はそいつを持って先に離脱しろ。キラー、いや違う、あいつがあんなところにいるはずが。結局地球軍はコーディネーターと戦うための兵器を開発するのに、その敵であるはずのコーディネーターの力を借りなければならなかったわけだ。それはここオーブでも同じである。コマンドハイパーリンクファイル52、我が国における潜在コーディネーターの軍需産業への貢献を参照のこと。初めて戦場にモビルスーツを送り出したプラントの技術者たちは、宇宙での戦いを制する兵器こそが戦局を支配すると信じていた。それは戦闘機よりも優れた機動性を発揮し、戦艦に匹敵する火力を有し、戦車よりも強靭な装甲で生き延びることのできる兵器でなければならない。その主張は大筋において正しかった。ただ一点だけ彼らが見誤っていたことがあった。それはモビルスーツが有効なのは宇宙に限らないということだ。コマンド添付ファイル0629。ザフトはストライクを積んでヘリオポリスを脱出した地球軍の宇宙戦艦アークエンジェルを執拗に追撃した。その結果アークエンジェルは地球への降下に失敗し、ザフト勢力圏内への着陸を余儀なくされる。打足になるがアークエンジェルの指揮系統には人的問題があるようだ。艦長、ローエングリーンの使用許可を。ダメよ。あれは地表への汚染被害が大きすぎるわ。バリアントの出力とチャージサイクルで対応して。しかし命令です。了解しました。ザフトの追撃を逃れることには成功しているが、その理由の多くは偶然とキラ・ヤマトとストライクの奮戦によるものと思われる。いずれアークエンジェルの幹部将校については
その資質と適性が問われることになるだろう。撃墜されたとは限らないのよ。日没までの時間は約1時間です。捜索されるおつもりですか？ここはザクトの勢力圏で。上空からはもう辛いわね。簡単な整備と補給が済んだらストライクに海中から探してもらうしかないわ。艦長、報告にでも記録にでも好きに書きなさい。放っておけないわ、あの子。アンドリュー・バルトフェルド、砂漠の虎と称されるザフトきっての名称である。砂漠に虎がいるのかどうかはさておき、バルトフェルドが指揮する部隊は陸戦用モビルスーツバクーを持ってアークエンジェルを攻撃した。コーヒーがうまいと気分がいい。さあ戦争をしに行くぞ。本来試験運用段階だったストライクにとって砂漠地帯での戦闘は苦戦を強いられるものだった。逃げるんなら合わせりゃいいんだろ。逃げる圧力を想定し、摩擦係数は砂の流浄性をマイナス20に設定。しかしこの機器をキラヤマトは戦闘中に制御プログラムを修正するという離れ技で乗り越え、ついにはバルトフェルド自身が乗る新型モビルスーツラゴーマでをも倒すことに成功する。違う、隊長機、あの人か。なるほど、いい腕ね。だろう。今日は冷静に戦っているようだが、この間はもっとすごかった。なんで嬉しそうなの？辛いわね、アンディ。ああいう子好きでしょうに。投降すると思うか？いいえ。進出した。しかしザフトは海上にも網を張り待ち受けていた。ライブラリー称号、ザフト軍大気圏内用モビルスーツディンと思われます。航空用モビルスーツディン、水中用モビルスーツゾノおよびグーン。対するアークエンジェルはストライクに加えて支援戦闘攻撃機スカイグラスパーを投入し応戦する。
イ・グラスパーの支援により地球上でのストライク運用は飛躍的に柔軟かつ機動的なものとなった。コマンド注釈ファイル1350、宇宙空間での運用における疑問点を参照のこと。これはなんてパワーなんだ。ともあれ、キラヤマトとストライクの組み合わせはここでも驚くべき順応性を発揮することになる。キラヤマトの能力は明らかに他の一般的コーディネーターパイロットのそれをしのいでいる。あの少年のような真似、誰にでもできるというものではないだろうしな。推測の域を出ず専門外のことでもあるが、以前一度だけ学会誌に発表されて論議を呼んだスペリオール・エボリューショナリー・エレメント・ディスティンド・ファクターを想起されたい。可能であればキラ・ヤマトに対しては継続した精密かつ徹底的な調査分析を。最終項目を削除。記録終了。エリカ・シモンズ14140725のパーソナルパスワードを設定しファイルを保存。セッション終了。どうぞ。シモンズ主任、キラ・ヤマト少尉をご案内いたしました。ありがとう。すぐ行くわ。ここって。ここならストライクも完璧な修理ができるわよ。いわばお母さんの実家みたいなもんだから。こっち。あなたに見てもらいたいのはこれ。そう驚くこともないでしょ。あなたもヘリオポリスでストライクを見たんだから。これが中立国オーブという国の本当の姿だ。かがり。これは M1 アストレイ、モルゲンレーテ社製のオーブ軍の機体よ。これをオーブはどうするつもりなんですか？どうって？これはオーブの守りだ。お前も知っているだろ。オーブは他国を侵略しない。他国の侵略を許さない。そして他国の争いに介入しない。その意志を貫くための力さ。オーブはそういう国だ。いや、そういう国のはずだった。父上が裏切るまではな。あら、まだおっしゃってるんですか？そうではないと何度も申し上げたでしょ。ヘリオポリスが地球軍のモビルスーツ開発に手を貸してたなんてこと、宇住様はご存知な。黙れ！そんな言い訳通ると思うのか？国の最高責任者が知らなかったと言ったところでそれも罪だ。だから責任はお取りになったじゃありませんか。職を叔父上に譲ったところで常にああだこうだと口を出して結局何も変わってないじゃないか。仕方ありません。宇住様は今のオーブには必要な方なんですから。あんな卑怯者のどこが。あれほど可愛がってらしたお嬢様がこれでは宇住様も報われませんわね。おまけに昨日のあの騒ぎでは確かにほっぺの一つも叩かれますわ。さあ、こんなおバカさんはほっといて。来て。
起動電圧正常。 CPU 脳下温度正常。陽振動は許容範囲内です。 APU オフラインを確認。テレメトリーリンクの確率を確認しました。バックアップハイバネーション確認。アサギ、ジュリ、マユラ。はーい。あ、かがり様？あら、本当。なに、帰ってきたの？悪かったな。始めて。はい。相変わらずだな。でも倍近く早くなったんです。けどこれじゃあっという間にやられるぞ。何の役にも立ちゃしない、ただの的じゃないか。ひどい。本当のことだろうが。人の苦労も知らないで。敵だって知っちゃくれないさ、そんなもん。乗れもしないくせに。言ったな。じゃあ変わってみろよ。はいはいはい、やめやめやめ。でもかがり様の言うことは事実よ。だから私たちはあれをもっと強くしたいの。あなたのストライクのようにね。技術協力をお願いしたいのはあれのサポートシステムの OS 開発よ。優しさは君を遠ざけるだけ。冷たく切り捨てた心はさまようばかり。そんな関わる世界、生きるということなら寒空の下で落ちていよう。あんなに一緒だったのに、夕暮れはもう違う色。せめてこの月明かりの下で静かな眠りを。ふるさと、そして父と母、誰にはばかることなく帰ってゆける始まりの場所。迎えてくれる優しき手に行こうのは、再び向かわねばならぬ明日を知るからか。よみがえる思い出は胸を刺し、空にはただ悲しき羽音が舞う。次回「機動戦士ガンダムシード」キラ、つながる時へ立ち向かえガンダム。